はようございます。たかしです。本日は4月24日水曜日、ただいま9時4分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日はかなり大きめの陽線になってますよね。今、冷やしではこの4時間足に描いていた緑のボックスを表示させているんですが、その下限付近、昨日、おとといっていうのがちょうど下限付近に接触してそこから長い下髭を作っていたんですね。ですので、いかにも反発しそうというこのローソク足から昨日は急上昇してきております。そしてちょうどこのボックスの上限で今止まっているところですね。そう考えると今までのこの動きを見ていると本日はこのボックス上限からの下落になるのか、もしくはここを上抜けてくると直近最高値の 193.5 付近を目指して上昇するのかというところを見ておきたいです。193.5 付近まで上昇してくればそのまま195円ぐらいまでこの赤い水平線がありますが、そのあたりまで上昇する可能性がありますので、本日はこのボックスの上限から上抜けるのか、それともそこから下落するのかっていうところを見ていきたいですね。日足のストキャスティクスは上昇中で、もう少し上昇余地がありますので、今のインジケーターを見ていると上抜けるんじゃないかなとは考えております。では4時間足です。4時間足には黄色のボックスと緑のボックスを描いておりまして、先日その黄色のボックスを下抜けてきたので、そこから緑のボックス下限、そして下限を下抜けるのか、そこから反発上昇するのかっていうところでした。月曜日に一旦反発して、そこから火曜日は急激な上昇になってきておりますね。現在は黄色のボックスの中に戻されておりますので、もし本日下落してきたとしても、黄色のボックス下限が再びサポートになってくると考えられますので、だいたい 191.7 付近、そのあたりまで下落してくれば、そこからは再び上昇のイメージができますが、現在はボックスの上限付近、ここっていうのは過去何度も抑えられてますよね。と考えると本日も一度押しをつけに行くんだろうなというふうには考えられます。日足のストキャスティクスもう少し上昇余地がありましたので、本日押しをつけてからの再上昇でこのボックス上限を上抜けるような動きになるんじゃないかと考えております。その場合は先ほど言ったこのオレンジの水平線 193.5 付近が次のターゲットになってきますので、そのあたりまでの上昇の流れについていけるといいと思いますが、まずは一旦押しを待ちたいですね。現在ボックス上限ですので、ボックス上限から一度反発の下落をしてからの上昇になるのか、昨日高値を上抜けて押しをつけてからの上昇になるのかっていうところを見ておきたいです。では1時間足です。1時間足では綺麗に上昇トレンドを作ってきておりますよね。GMMA の青帯も上向きです。ただし昨日の上昇が急激でしたので、GMMA の青帯との乖離がある状態ですので、本日は一度 GMMA の青帯にじりじりと下落をしてくる。そしてそこで押しを作ってからの上昇をイメージしておきたいです。1時間足もストキャスティクスは高値圏付近にありますし、4時間足も高値圏でしたよね。ということはやはり一旦の押しを待ってからの次の上昇の流れに本日乗っていけるといいと思います。ですのでまずは調整の下落を待つですね。そこからの次の上昇の流れをイメージしておきましょう。ではドル円です。ドル円は相変わらずですね、昨日若干高値更新はしてきたんですが、155円が近づいてくるとかなり上値が重くなってきているのがわかります。現在も155円手前に張り付いておりますよね。ここからこの流れが続くとダラダラと下落してくる。白い水平線ぐらいまでダラダラと下落してくるということも考えられますし、155円を上抜けて一気にそのまま走っていくということも考えられます。現在155円付近がかなり重しになっておりますので、ここからの戻り売りをされている方も多いと思いますが、基本的に今ドル円下落する要因がありませんので、下がったところを買っていく押し目買いが安全です。では4時間足です。かなり小動きになってきてますよね。昨日もその前もそうですが、ほとんど動いておりません。高値圏でずーっと張り付いているという感じですね。下がったところは買われやすいので、突発的な下落があれば、そこは押し目買いポイントと考えておくのが良さそうです。ストキャスティクスは昨日じりじりと下落してきましたが、再びゴールデンクロスしてきておりますので、上昇しやすい試合ではあるんですが、基本的には155円付近っていうのは下落圧力がかかりやすい。昨日も突発的な下落がありましたよね。なので、そういったちょっとした理由で大きく下落するっていうことも考えられますので、そこはご注意ください。下がったところを買っていくという押し目買いスタンスを忘れないようにしてください。では1時間足です。昨日2回ほど大きめの下落をしております。このあたりが押し目買いポイント
イントかなと思います。今は高値圏、かなりの高値圏にありますよね。155円を超えるのかどうかっていうところにありますので、当然そこは分厚い壁になってますし、155円付近まで上がれば、そこからは売り圧力も入りやすいんですが、下落方向を狙うよりも、基本的には押し目買いでやっていく方がトレードは安全ですので、もちろん155円付近から売っていくのもありなんですが、ここのところの動き見ていると全然下げてませんよね。ですので、売っていくよりも下がったところ、こういった昨日みたいな突発的な下落が起こった時は、そういうところからの押し目買いをしていく方が確実なトレードができると思います。そして、もうちょっと本来なら下落してほしいんですよね。こういった黄色丸みたいなところ、このくらいまで下落してくれるとありがたいんですけれども、なかなか昨日の下落もかなり小さいものになっておりますよね。値幅的にも全然下落できていないんですが、ここ数日の動きを見ていても全然動けておりませんので、やはりこういった昨日みたいなこういう下落がチャンスになってきますので、その辺を見逃さないことが大切です。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。